こんにちは、翔平です。今日の日本株式会社物語は、アサヒグループホールディングスです。大阪のビール会社から始まり、国内の大きな転機を超え、飲料、食品、そして世界ブランドへ広がった会社を見ていきます。アサヒの物語の入り口には、大阪の近代化があります。水、麦、工場、物流。ビールは味だけでなく、製造、品質管理、冷蔵、配送まで含む近代産業でした。ビール会社を読むとき、私たちは飲み物だけを見てはいけません。工場を動かし、原料を仕入れ、品質を揃え、店へ届ける。そこにはものづくりと流通の力があります。日本のビール市場は強い競争の中で育ちました。味、価格、広告、流通、飲む場面、各社がしのぎを削る中で、アサヒは長い間存在感を取り戻す道を探していました。大きな転機として語られるのが1987年の辛口ビールです。ここでは商品を進めるのではなく、企業史の転換点として見ます。消費者の好みを読み直し、ブランドの位置を変えた出来事でした。ブランドは名前だけではありません。味の印象、店頭での見え方、広告、流通、飲む場面の記憶が重なります。アサヒの国内酒類事業はこのブランドの力を抜きに語れません。アサヒはビールだけの会社ではありません。清涼飲料、水、お茶、乳酸菌飲料、様々な飲み物を持ちます。アルコールとノンアルコールの両方を持つことが会社の幅を広げました。食品や健康食品に近い事業もあります。ただし、ここでも効能を断定してはいけません。私たちは商品を進めるのではなく、飲料グループの中にある事業の広がりとして見ていきます。種類企業を見るときは、責任ある飲み方、年齢確認、健康への配慮、社会との関係を忘れてはいけません。利益だけではなく、制約と責任を同時に読むことが大切です。国内だけを見ていると、今のアサヒは見えにくくなります。アサヒは海外のビール事業を取り込みながら、世界の市場へ広がりました。ここから会社の地図が一気に大きくなります。欧州では歴史あるビールブランドや事業を取得してきました。ペローニ、グロルシュ、ピルスナーウルクエルなどの名前は海外事業を読む手がかりです。ただし、ここでも消費宣伝ではなく、事業構造として扱います。ピルスナーウルクエルはビール文化の歴史と結びつくブランドです。アサヒにとっては海外でプレミアムブランドを束ねる力を示す存在でもあります。買収は入り口であり、そのとの運営が本番です。オセアニアでは株を含む事業取得が大きな転機になりました。地域に根付いたブランド、流通、工場、人材をどう生かすか。海外展開は買った後にどれだけ育てられるかが問われます。アサヒは国内のビール会社から世界のブランドを束ねる会社へ変わってきました。日本、欧州、オセアニア、それぞれの市場が同じ会社の中で違うリズムを持っています。海外で大切になるのは単に量を増やすことだけではありません。ブランドの価値を高め、価格と品質のバランスを取ることです。プレミアム化は利益の形を変える重要なテーマです。もう一つの流れがスマートドリンキングです。ノンアルコール、低アルコール、飲まない選択。酒類会社にとって飲む人だけでなく飲まない人も含めた設計が重要になっています。2025年にはサイバー攻撃によるシステム障害が発生し、決算発表にも影響が出ました。ここでは原因を決めつけず、事業継続、情報開示、サイバーセキュリティの重要性として見ます。では、翔平の小さな帳簿を開きます。今回の数字は少し特殊です。2025年通期の確定値は発表が延期されています。そのため、確認できる9ヶ月累計を中心に見ていきます。2025年9ヶ月累計の売上収益は2兆1548億円でした。コアオペレーティングプロフィットは2024億円、営業利益は1587億円でした。海外と国内の両方がこの数字に入っています。2025年通期決算はサイバー攻撃後の影響により発表が延期されました。2026年5月22日時点で通期決算の発表予定日は2026年7月8日です。
ここは必ず分けて読みます。予想は約束ではありません。特に今回はシステム障害と開示遅延があります。数字を見るときは確定値、会社予想、進捗情報を混ぜずに読む必要があります。アサヒの利益は国内ビールだけで決まるものではありません。国内種類、飲料、食品、欧州、オセアニア、ブランド投資、為替、それぞれが違う方向から利益を動かします。第一の鍵は国内種類です。市場が大きく伸びる時代ではなくても、ブランド、価格改定、商品構成、販売チャンネルで利益の形は変わります。ただし、飲酒促進ではなく事業構造として見ます。第2の鍵は海外事業です。欧州とオセアニアはアサヒの世界展開を読む上で重要です。海外が大きくなるほど、現地需要、競争、為替、買収統合が効いてきます。第3の鍵はブランド投資です。飲料は味だけでなく記憶で選ばれることがあります。長く選ばれるブランドを育てるには、広告、品質、流通、文化への入り方が問われます。第4の鍵は価格とコストです。麦やアルミ、エネルギー、物流、人件費、原材料や配送のコストが上がると、価格改定と需要のバランスが重要になります。第5の鍵は為替です。海外事業が大きい会社では、現地の利益を円に戻したとき、為替が数字を動かします。追い風の年もあれば、向かい風の年もあります。第6の鍵は買収統合です。海外ブランドを手に入れることは始まりに過ぎません。のれん、投資、文化、物流、販売網、買った後にどう運営するかが長い勝負になります。第7の鍵はサイバーセキュリティです。飲料会社でも工場、物流、受注、会計、開示はデジタルでつながっています。システムの強さは事業の怖さそのものになっています。一つ目のリスクは種類市場そのものです。人口動態、健康意識、飲酒機会、規制、税制。ビール会社は社会の変化と切り離せません。二つ目のリスクはコストです。原材料、エネルギー、物流の上昇は利益を圧迫します。値上げできるか、需要が保てるか、ブランド力が試されます。三つ目のリスクは為替です。海外事業が大きいほど円高や円安が業績の見え方を変えます。実力と為替の影響を分けて見る必要があります。四つ目のリスクは買収統合です。大きな買収は成長の入り口になりますが、投資回収、のれん、現地運営、競争環境も背負います。海外展開は華やかさだけでは読めません。五つ目のリスクはサイバー攻撃と開示遅延です。決算数字が遅れると、投資家は最新の全体像をつかみにくくなります。信頼は事業だけでなく情報開示にも支えられます。今日の一つ目の鍵。アサヒは大阪のビール会社から始まった近代産業の会社です。味だけでなく工場、品質、物流、ブランドで育ってきました。二つ目、辛口ビールの転機はアサヒの国内事業を読む上で重要です。ただし商品を進める話ではなく、ブランドが市場を動かした企業史として見ます。三つ目、今のアサヒは世界ブランドと海外事業を持つ飲料グループです。欧州、オセアニア、為替、買収統合、サイバーセキュリティまで含めて読みます。アサヒの物語は大阪の醸造所から始まり、国内ビール市場の転機を越え、飲料、食品、欧州、オセアニアへ広がりました。麦の香りの奥にはブランドと買収と情報開示の長い物語があります。次にアサヒを見るときはビールの名前だけを見ないでください。国内種類、飲料、食品、海外事業、プレミアムブランド、価格とコスト、為替、買収統合、そしてサイバーセキュリティを分けてみます。数字の奥には世界へ広がる飲料グループの仕組みがあります。上杉翔平でした。次の物語でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。